味しいものがありゃどこまでも飯旅 Season 6 Konkai no Mesha to be were 九州大分別府界隈。それでは早速 Let's get it started 1 Café La Rouge 湯布院で印象的だった近隣湖のレイクビューが素敵なお店。モーニングプレートなど少し価格は高めですが、ヨーグルトやサラダ、パンなど洋風のプレートモーニングがとても美味しそう。ベーカリーにもなっているのでパンを選んでイートインってのもいいんです。運よくレイクサイドのテラス席をゲットして最高の朝食をいただきました。リベイクもできるからいいよね。ちょっとパンは観光地価格ではありますが、このロケーション考えたらそうよね。ラ・リーシュという店名の由来は画家のマルク・シャガールらがパリで身を寄せた歴史的な共同アトリエ兼住宅の名前にちなんでいるそう。シャガールって男の人だったんだ。なんで女と思った？シャガール。あ、なるほど、資料深いね。湯布院は結構観光ホイホイゾーン的な街で、お店はいろいろあれどあまり飯旅的にそそられるものはなかったのだけど、ここは別。はい、このロケーションはまさに飯旅大好物の案件でございましたね。そんでもってまさかの2年連続湯布院ではお湯に浸からずというね。はい考えられないね。食べてばっかりだ。 2 Bimi Nakayoshi 1971年創業の老舗、非常に評価の高いお店。知る人ぞ知る鳥天の聖地とまでおっしゃるパイセンがいらっしゃいましたんでね。やはり大分といえば鳥天ですからね。はい、11時オープン。10分前に来てみたら5人ほどお待ちになっておりました。人気ですね。なんとか1巡目でギリ入店できました。入店時、自分が何番目か覚えてくださいねって言われます。はい、私最後のビリキッズです。すごい、そこは客任せのシステムなんだ。トラブルにならんのかね。ね、まあ大丈夫よ。お客さんは良識のある日本人ばかりですから。カウンター3席、テーブル4つの想像以上のこじんまりルリコ店。お母さんと娘さん2人で切り盛りされていて、お母さんは80代くらいかな。これが手際よくバリバリ鶏天あげてました。パワフル。 Powerful わはい、鶏天定食。一口大にカットされた鶏肉にカリフワな衣がまとわれております。これは初体験の衣加減だね。天ぷら唐揚げフリットのいいとこ取りしたような全員集合って感じ。九州ならでは甘めの下味がついてるからそのままでも美味しいんだけれど、創業50年以上変わらないピリ辛ポン酢をつけるともうエンドレスで食べられちゃう人気なの。納得の鶏天でございました。やっぱ大分の鶏天は美味しいよね。胸肉が美味しいんだよね。3 Yoshino Toli Meshi Hozonkai 大分といえば鶏天が有名ですが、ミスタビーズ的にはこちらも外せません。大分鳥鳥シリーズ。はい、現在イートインの定食は土日のみとのことでおにぎりだけになっちゃいましたが、この鶏飯が美味しいんです。江戸時代、漁師が来客をもてなすために、漁師ってこっちね、こっちでもこっちでもなくって、りょうくんは埼玉出身だからね。キジや山鳥の肉を使って作っていた漁師飯が始まりとされ、長くこの地域で愛されてきた鶏飯ですが、徐々に家庭で作られる機会が減り、幻の味になりつつあった伝統の味を後世に残すために1988年地元の婦人会有志6名で結成されたのだそう。それで吉野鶏飯保存会中一風変わった名前になってるんだね。はい、そもそも鶏五目おにぎり大好物なんでね、あればよく食べてたんですが、こちらの鶏飯はレベチの美味しさ、今まで食べてきた鶏五目ご飯とはだいぶ違いますね。なんだろうね、鶏とごぼうのみというシンプルな素材なのにご飯に染みた旨味がすごい。本当なんでこんなに違うのって感じ。これはやみつきになる味だね。地元の方々はこれをいつも食べてるから自覚ないんでしょうが。そうだろうね。鶏飯の味はこれでしょって感じでね、子供の頃から鶏飯言うたらこれしか食べてなかったら他の鶏飯食べたら美味しくなく感じちゃうんだろうな、きっと。間違いない。ちなみに土日の定食はこんな感じ。宮崎と大分のちょうど中間地点なので、ここを通過するときは土日になるようにしなきゃだね。だね。4 Furali 2004年別府の場所で創業。厳しい。
2011年に現在の場所に移転したんだそう。別府温泉街の湯煙を見下ろす小高い場所にあっていい感じ。食べログで大分ナンバーワンラーメンウォーカー九州大分1位の経験ありというね。ミシュランプレートに選出されたりでブレイクしまくりの人気ラーメン。すごいね。ミシュランラーメンって意外と少ないもんね。そうそう。で前回中華そばが美味しかったで、今回は豚骨醤油をいただきに。私はその中華そばを。あら美味しい。クリアで重すぎない、濃厚なのに後味すっきり、豚骨と魚介のニューバランス感覚でしょ。煮干し系っていうからね、がっつり煮干しくんのかなと思いきや、ふわっと香る上品さ、塩分も優しい、エンドレスフォーエバー飲めそうな美味しいスープです。目つぶって飲んだら、あれ塩ラーメンみたいな。そして柚子ですよ。これいい仕事しますわ。今までに味わったことのない上品な中華そばでしたわ。これは北海道にはなかなかないラーメンタイプね。え北海道にも柚子気あるラーメンもっとあればいいのにね。5. ニューヨーク Hosho Onsen Sankei no Yu. 九十保証温泉にあります温浴施設、視聴者さんのおすすめで来てみました。阿蘇九十国立公園内なので大自然に囲まれた静かなところ。露天風呂のスケールがでかくってね。広くって、これサウナどこかなって探し回ったよね。行動パターン全く一緒。あれしばらく探し続けるも見つからず、まさかサウナないんかーいっつってね。久しぶりにびっくりしたわ。最近あんまり見ないからね、サウナなしって。はい。だけどぬる湯での昼寝が最高でしたね。空の青さと桜と新緑のコントラストがすごかった。寝湯でうっとりとしてて、でも後ろの方でずーっと喋ってる親父がいてね、いやすごい癖の方言だなと思って、でもうとうとしてたからね、あんまり気にしてなかったんだけど、唯一聞き取れたのが北海道サムタイムっていうワードでね、あれサムタイム英語？振り向いてみたらアフリカ系っぽい黒人のユウと日本人紳士が英語で会話してた。英語を方言と聞き間違えるって頭まあまあね。まあね。露天風呂4種類に水風呂17度、開放感半端なく気持ちがったっす。サウナはないけどゆったりのんびり風に当たりながらの温泉、たまにいいですね。静かさの贅沢ってやつ。夜の星空がとにかくすごいらしいので宿泊するといいんでしょうね。星空すごそうね。でも支払いに宿泊しそう。 6. Today's Katsu Curry. Nishimoto. 1976年昭和51年創業、別府の結構街の中にあるとんかつ屋さん。激渋のビジュアルに惹かれてやってまいりましたよ。カウンター5席だけのスタンドっぽいお店というよりとんかつ屋付き台所みたいな距離感。母さんとの距離は50センチといったところでしょうか。そんなに50センチ先にお母さん？はい最初昼時なのにお客さんいなくてビビったんだけど、後から続々とやってくるで、オーダーが入ると母さんが突然のシャウト。カレーおろして。誰に言ってんのかなと思った返事はどっからも聞こえてこないが、30秒後父さんがのそのそと階段から数段降りてきて、手を伸ばして母さんにカレーとカツを手渡すって方式。2回あんの？すげえ。 3D 攻撃？店狭いからさ、2階の冷蔵庫に入ってんだねきっと。父さんが下ごしらえしたカツ肉をパスしてくれます、階段はもはや屋根裏部屋へのはしご状態。幅40センチくらいかな。人生で初めて見るレベル。よくお店にしましたな。思うまい店系だね。はい。カツカレーの金額としては間違いなく日本一安いと思うんだけれど、その他にもいろいろ日本一なお店でした。で、お味の方は？普通に美味しいって皆さんレビュー書いてらっしゃるけど、おいちゃん的には結構度肝を抜かれた系のショッパーズでした。なかなか思うまい店級のお店でしたよ。濃い味 OK の方には最高のお店かもね。そうだよ。カツカレー2杯食っても900円だからね。安っ。濃い味次の方が多数派だし。そうだよね。7. Kogetsu.
別府市北浜のディープなスポット、小月さん。1947年創業っていうから超老舗、餃子の名店として知られております。はい、めちゃめちゃマニアックな場所にある猫だらけな小さな餃子屋さんなんですが、ミスタービズ的にここは日本一かもっていう餃子屋さんなんです。そうなの。トップ3に入ることは間違いないわね。宇都宮でも浜松でも宮崎でもなくって。そうなの。フェイバリット餃子は別府、福岡、高知かしらね。だね。でもまあこれは好き好きですから、人それぞれご意見はございますでしょうが、これは私たちの好きな餃子ですってことでよろしくしなちく。皮薄で肉々しくって小ぶりでクリスピーという三拍子揃った餃子。そうなの。もはや食べ出したらやめられない、止まらないかっぱえびせん状態。はい、そうです。ちなみに食べログで言うとここは日本19位、まだ食べログ日本ランキングベスト20の餃子の3分の2ぐらいしか回れてないんでね、美味しいのを見つけたらまた報告させていただきます。今はどこ？1位は新地の高級店なんだよね。だから除外して、餃子に何千円も出さないでしょ。出さないよ。久留米の50番さんとか岐阜の義州さんとか大阪の丸翔さんや久留米系といったところ、全部美味しいけど、でもそれなら全然小月さんが好きだな。しかも15個で600円っての安いよね。ビールも600円だしね。安い。2人で30個秒殺。はい。やっぱ別府最大の目的はこれね。8. Morita Hushoan。湯布院の高台にありますとってもディープなお蕎麦屋さん。結構入り組んだ山頂にございまして、たどり着くのに四苦八苦。15分ぐらい右往左往しちゃったね。見てください。湯布院盆地を高台から眺めながらゆったりとした時間が過ごせる店内、まさに大人の空間って感じ。わお、素晴らしいじゃございませんか。でしょう。はい。そしてこちらがざるそばでございます。信州長野のそば粉を使用した戸市そば。あら、戸市？なんでトータル11なの？細かいことは言いなさんな。美味しそう、涼しげで OK じゃん。 OK。そばの香りも喉越しも良いお蕎麦。そばつゆは結構濃いめでしたが、こちらのお蕎麦とのバランスは非常に良き。美味しかった。やっぱり水の美味しいとこはそばも美味しいのかな。そうかも。とっても贅沢な時間を過ごさせていただきました。なんか高級リゾート感出てるよね、湯布院ね。特別感がなんかいいよね。はい。9. Kunugi no Oka。そして湯布院の目玉レストランね。晴れた日はぜひのレストラン。曇り予報だったんで諦めていたくぬぎの岡さんね。はい。なぜにか朝起きてみるとご覧の快晴。こりゃくぬぎるでしょう。くぬぎるってことでやってまいりました。湯布院盆地を見渡す敷地面積なんと16,000坪の丘の上にあるレストラン。考えることは皆同じ。晴れた日はものすごい人の数。そりゃそうだ。ゴールデンウィークの観光地の人気レストラン。待つこと1時間30分ぐらいかな。すごかったね。人っつって。だけど待つ甲斐のあるスペシャルなひとときになりました。思い出をごちそうさまって感じ。ボロネーゼ美味しかった。独特のパスタ。生麺かな。なんかキッターラのような乾麺とは全然違う食感の美味しいパスタでした。くぬぎ来たらまた食べたいね。ピザもパスタも美味しゅうございましたが、ここで過ごす時間が何よりのごちそうでございましたね。はい。湯布院へ来たらまたぜひ立ち寄りたい素敵なレストランでした。こちらは13時過ぎに来るのがいいみたいですね。食べ終わったら待ってる人ほとんどいなくなってたから。間違いない。行列店攻略法ここにあり。非時間ずらし。次回の飯とびはガチでまた食べたい。このぞは福井界隈です。お楽しみに。See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅地名で YouTube 検索して気になる地域の動画をご覧ください。よろしくしなちく。パンは韓国価格でありました。あまり飯旅的にそそられるのはなかったの。非常に好評のちょ高いお店。天ぷら唐揚げフリットのいいとこ取り取りした。はい。現在イートインの定食は土日のみのとこのこの
桜と新緑のトンコトコトントントン。トントドトトトン。激渋のビジュアルに惹かれてやってまいりましたよ。カウンター5席だけのとんかつスタンド。どこにとんかつって書いてある？最初、湯布院へ来たらまたぜひ寄り立ちたい。湯布院へ来たらまたぜひ寄り立ちたい。逆ですよね。逆です。